ヤジャードンの首。ヤジャードンは木の上村の百姓でした。ある日、ヤジャードンは川村の立野に蚊帳切りに行くつもりで柳瀬の渡しを渡っていました。ふと船の上から川の中を見ていると、澄み切った川底に大きな川ガニがいくつもいくつも石の間にへばりついているのが見えましたので、ヤジャードンは担いでいたヤンモコの先でそれをついてみたくなってきました。それで船がいい塩梅に向きを変えた時を見計らって、尖ったヤンモコの先で川ガニを嫌というほどつきました。ところが担いでいたヤンモコの別の方の端に鎌を意地悪で結いつけていたことを忘れていたために、はっと思った時はもう自分の首はその鎌でばっさり切り落としてしまっていました。しかし勘の鈍いヤジャドンのことだから、自分の首が川の中に落ちたことも気づかずに川ガニにばっかり気を取られていました。するとおかしなことに、どうもどこかで見覚えのある首が落ちているのに気づきました。驚いてヤジャドンはその首を拾い上げ、よくよく見ると、どうもおかしいことには、これはまさしく自分の首とそっくりです。おやおや、そんなはずはないがな、どうしたのだろうと思いながら、片手をそっと自分の首のところに当ててみると、首がない。今まで確かについていたはずの自分の大事な首がいつの間にかなくなっているのに気づきました。はあはあ、やっぱりこの首は俺の首だったのか。でもまあよかった、もう少しで本当に川に流されてしまうところだったと急いで、また元通りに胸の上に乗せて辺りを見回すと、幸いなことには誰も見ていなかったようです。ヤジャドンは何事もなかったかのような風情で、再び川ガニの方に目を向けて済ましていました。船はいつか向こう岸についていたので、船を降りると元気よくヤンモコを担ぎながら立野の方へ歩いて行き始めましたが、時間でするともうどうしても自分の持ち場の茅立野に着くはずの頃になっても、その立野に到着しません。どうもおかしい、どうも変だとつぶやきながら、それでも方角を間違えるはずもないし、道を迷っている様子でもないのに、どうしたのだろうと歩いているうちに、なんだか見覚えのある家の前にやってきました。よく考えてみると、そこは川村の立野とは丸反対のずっと3里も東の深田村の庄屋部落らしいのです。おや、これはまたどうしたことだろう。とんだ方角に来てしまうたばいと立ち止まり、目をパチクリしてみましたが、やっぱりそこは庄屋部落に間違いないのです。どうもなぜこんな方角に来てしまったのか、自分でもさっぱりわけがわからず、変だなぁと首をかしげながら考えているうちに、なんだか首筋のところが具合が悪いようです。それで片手を首のところに当ててみてハッとしました。さっき柳瀬の私で自分の首を拾って胴にくっつけた時、慌ててそのまま
何の気もなしにつけたあの首が実は後ろ向きになっていたのでした。してみると柳瀬から庄屋まで3里余りも背中の方を向いてヤジャードンは歩いてきたことになるのでした。ヤジャードンは苦笑いしてもう一度首を付け替えました。